彗星のごとく世に出た希代の英雄織田信長はまさに疾風陣雷怒涛と化し、炎と燃えて天下統一への道をひた走ったのである。時まさに戦国乱世、尾張の武将織田信秀は一円を掌中に収めつつあったが、悩みの種は嫡男の吉法師信長。異様な風体で山野を駆け巡り、織田の大ぶつけと品種を買う異端児である。その信長に美濃の共有斎藤道三の娘濃姫が腰入れした。才色兼備ながら気丈な濃姫と信長の新婚生活は感情のぶつかり合うまるで戦いのような日々であった。信長に引き換え次男の信行は文武に優れ礼節を重んじる貴公子である。聖母の戸田御勢や重臣たちの期待はいやがおうでも信行に集まり、信長敗着の動きが急になっていく。折も折父信秀は家督相続に苦慮しながら急病に倒れ、あっけなく他界したのである。織田家のこうした混乱ぶりに蝮の斎藤道三が鎌首をもたげた。もともと信長に濃姫を嫁がせたのはいずれ尾張を奪取する野望からである。それぞれの思惑を胸に信長と道三の対面の日が迫る。織田信長と斎藤道三の対面の場は尾張美濃の国境にある富田の聖徳寺と定められていた。うつけの向かはまだか。そろそろこの富田にかかる時分にござりまする。ちょっと出てみるか。はっ。親方様が婿殿を出迎えるのでござりますのか。そんなとこだ。およしなされたがよろしかろう。父上は美濃の大使でござる。舅が婿を出迎えるなど世間で聞いたことはない。案ずるな。大田家の顔を見覚えておくまでのことよ。兵助、支度せい。参りました。先頭が向こうの森陰から出てきました。それでまずは勝ちの若者どもにござります。続いてこれも若くたくましい弓隊。うつけ自慢の子供隊だな。どれほどおる。はっ、ざっと100人ほども。100人のガキ大将か。次は鉄砲隊にござりまする。鉄砲。ご覧くださいませ。鉄砲のことはのうも手紙には書いてきておったが、20、30丁も持ってきたが。とてもそんな数では。100丁はござりましょう。100丁。今度はやり隊にござりまする。三軒塚の長槍か。やり隊はもっと多ござります。中央に馬が見えました。おいおい。信長は何人の友を従え列席すると申しておる。はっ、太刀持ち一人とのこと。
うつけめ。よいか、真っ先にこの義達が刃を浴びせるゆえ、皆は気を逃さず信長を押し包め。婿殿はまだか。信長殿見えられました。織田の殿にござりまするか。上総介信長じゃ。そこもとは堀田道空にござりまする。ささ大家の座へ。よう来られた。おくつろぎなされ。入道殿。なんじゃ。濃姫は良き妻でござるよ。今日の我が身をひどく案じてくれましてな。何のために。されば入道殿が何か企んでいるとでも思うたのでござろう。たわけたやつだ。それで婿殿は何と答えられた。美濃にもいろいろと込み入った事情がある。こなたのテテ子はそれをよく心得ているゆえ、わざわざこの信長を敵にはせんと。それでそなたの妻のは納得しましたがの。いいや、入道殿にはマムシというあだ名があるゆえ油断できぬと。我が娘といえども何ともふつつかものよ。されば杯の儀を。これで美濃と尾張の形見は済んだ。めでたい。いやめでたい。ところで舅殿、織田の上総、ここまで出向いてまいった機会にご子息義達殿とも杯したいと存ずるが。義達、これあのようなうつけ者と兄弟の杯など交わしては末代までの笑いを取れじゃ。しかし親方様、美濃のマムシも猛録したわ。信長ごときにこの人まりよって止めるな。止めると叩き切るぞ。マムシの子に似合わず正直者でな。お恥ずかしい限り許されよ。婿殿の行列の偉業に腰を抜かしたのでござろう。腰を抜かしたのではござらぬ。怒られたのじゃ入道殿。いやあやつめ真の像に持病がござってな。ああ見えて意外と小心者。いずれにせよこの信長のせい、気の毒なことをいたした。わしはな強いやつを信じる。かかる戦国の世では弱いことは罪悪じゃと思うておる。残念ながらせがれどもはこの親父が見分かれば数年を出ずしてお主の門前にひれ伏そう。美濃一国はそっくりそなたのもの。このことよく覚えておいてくだされ。入道殿。婿殿、この道産必要とあらばいつでも援軍を繰り出そう。尾張の固め今川への備え十分に力を注がれよ。舅殿。
信長の居城名古屋城では正室濃姫が夫の身を案じていた。お方様、お方様、どうした鏡の。殿がお戻りになられました。まあ、それがお方様、殿のお身に何か。まるで今までの殿とは別人のようにござりまする。どうした皆妙な顔をして。俺だ信長を見忘れたか。のう、今帰った。姑はご機嫌だったぞ。やがて婿のこの俺に美の一国そっくり心情する腹と見た。のう、なぜ泣くのだ。なかなか面白い食えぬ親父よ。だが聖徳寺では残念ながらこの信長の一人舞台さ。殿。なんだ、俺のこの姿が気に食わぬか。殿、さあそこへいつものように腹ばいなされ。なんだと。無才手で鼻をほじりなされ、天井を睨んで爪をおかみなされ。いいえ、この脳の膝を枕にして高いびきで眠ってごらんなされ。おのう、そなた惚れた亭主のご帰還で少しばかり取りのぼせたと見えるな。さあいつものようにポンポンとゴミを落としてお立ちなされ。飯と大声でわめきなされ。なんでそのように澄ました顔で座っているのです。たかが美濃のマムシ一匹上手にあしらってきたからとて、それがどれほどの手柄だというのです。能の殿、そのような殿ではなかった。どれだけ大きな器なのか、磨けばどれだけ光るのか。大地のような、空のような、雲のような、激流のようなお方だった。その能の夫をお返しなされ。さあ殿、この能の膝の上に能の夫をお返しなされ。聖徳寺ではこの信長の一人舞台であったが、ここへ戻るとそうはいかぬわ。人間50年、下天の淵をくらむれば、夢幻のごとくの折、ひとたび生を得て滅せぬもののあるべきか、滅せぬもののあるべきか。おの。はい。分かったか。生は死の表、腹ばうは起きんがためじゃ。起きた信長をよう見ておけ。起きた信長を。されば上総介信長は一匹のマムシに勝てたとてわざわざ起き出して一歩を改めたのではない。待ちに待った立つべき時の到来を直感したゆえ起きたのだ。起きたら働かねばならん。見ておれ、この信長がおのにあかれるほど他愛のない亭主かどうか。殿、そのお言葉、いずこで平手のじいが聞いておりましょう。分かったか。脳にもじいの心が。はい、それを承って安堵しました。ご無事のご帰還、おめでとう存じまする。うん。脳がこの俺に2度、いや3度惚れ腐った。よし、約束しよう。何を。俺はな、こなたを生涯に333度惚れさせてみせてやる。まあ、
誰かはこれに。なんだ与左衛門か。ずっとそこにいたのか。は久しぶりに殿井つかまつろうと思いましてな。話を聞いておったな。めっそうもない。与左衛門近頃年のせいかいささか耳が遠なりましてな。お呼びになりましたか。よいか。うつけの吉法師は死んだと思え。今ここにあるは尾張の上総介信長じゃ。おはさればその方らも生まれ変わらねばならん。庭長秀、ここでまず最初になすべき仕事は。一族の和合、力の結集かと存じます。前田利家、そのためには何とする。真っ先に尾張の中心清須を抑えるべきかと。詳しく申せ。今は名ばかりの守護職柴吉宗殿、織田宗家の看板をひけらかす織田彦五郎殿を取り除けば信行様を擁立しようと企てる柴田一派も容易には動けぬと存じまするが。さもあらん。他にないか、池田恒興。それがしは早急に森山城の織田信光様と手を組むべきかと。森山のおじごとな。はい。信光様はご病身ながら正義を重んずるお方。柴田一派の誘いにも乗らず中立を守り通してございます。よし、今のその方たちの進言一挙にやってみようではないか。よいか、あくまで騒ぎを起こすだけでいい。命を狙う。しくじった時はその場で果てろ。ここには尾張の九州柴吉宗と織田宗家を名乗る彦五郎信友が同居している。表面は友好的だがこの二人決して心を許し合う仲ではなかった。はようなんとかならんのか。このままでは信長の力はますます大きくなるばかりじゃ。あの分家のうつけごときがこの彦五郎のもとにある限り柴殿は安泰でござる。そうかのう。信長を頼った方が安泰かもしれん。何？冗談じゃ。さて、もう遅い。居候めが何の力もないくせに尊大なことばかり言いよる。殿、油断はなりませぬぞ。密かに信長に通じておるという噂もござりますれば。あの役立たずがか。それほどの度胸もある前に。くせ者は出会いでー。おい、くせ者は南黒輪の方に逃げたぞ。待て。南黒輪へ逃げたか。まさか柴野殿が。言うまでもない。この部屋を出た後わしらを狙わせたのだ。もはや容赦なりませんぞ。殿、いかが召されました。
床下に忍びおった。なんとさて逃がすな。彦九郎じゃ。彦九郎の仕業に違いない。おのれ彦九郎め、皆に支度させよ。夜の明けきらぬうちにこの城を出る。何の真似だ。尾張守護職に対し立ち祭り無礼千万。黙れ。無礼はそっちだ。おのれ彦五郎、たばかったな。言うな。たばかったのはそっちだろ。我が殿彦五郎様の暗殺を図りしくじったと見るや、こそこそ逃げ出すおつもりらしいが、そうはいかん。知らぬがそのようなこと。殺されかけたのは世の方じゃ。問答無用。切り捨て。覚えておれよ彦五郎。いずれ己が身にも。その頃信長は名古屋から北へ向けて馬を飛ばしていた。名古屋の殿がおなりなされた。お取り次ぎなされよ。森山城の城主織田孫三郎信光は信秀の末弟で信長にとって叔父にあたる。おう、急なお越しゆえお出迎えもいたさず失礼つかまつった。承ればこの信光に直々に申し聞かすことのあるよし。ことによっては従い申すが、ことによっては聞き申さぬ。たわけども直々に二人でと申しているのは分からんのか。さらい。大きな声だの信長殿は。だが申し上げておくが、この信光大声に驚くような生まれつきではござりませんぞ。おじご。なんでござる。おじごは今この信長の申すこと、下に乗せて吟味できる余裕が心におありかどうか、まずそれを承ろう。何？この信光に心のゆとりがあるかないか。よし、仰せられよ。この信光の領見、さほど狭くはござらん。はい分かった。よく吟味いたされよ。吟味料には加藤の二氷をつけ申そう。加藤の二氷？味わい料に？よいかな。駿河の今川義元、上洛の志あること今や疑うべからず、この上洛を前に尾張の団結、ぜひともなさねばならぬ仕事の第一なり。よってこの信長、父信秀の遺命により、ここに厳しく家風を正し団結せんと志す。なるほど。おじご。仰せられよ。何なりと。その方こと病弱にてこの地の守り思いよらず、よって本日限りこの領地は召し上ぐる。なんと。はい分かったか。でこの信光に伊豆地へ参れと言われるのじゃ。知らん。知らん。知らぬというは替え地もくれぬと言われるのか。無論のこと、明日からは家臣家族を引き連れて宿なしじゃ。それともこの信長の命に背いて美濃の蝮が度肝を抜いた俺が精鋭と一戦するか。これはなかなか苦い風味じゃ。一戦の決断なくば早々に立ち退く用意をなされ。立ち退く用意。
家臣家族を引き連れて、さて居候もならず、いきなり切り取り強盗もならず。強盗などしてみよう。この信長の威信に関わる。即座に300姓の種子島を見舞ってくれよう。とすればこの信光、誰かの袖にすがってしばしの時を稼ぎ、次の分別をつけねばならぬことになるが。そうなったらなぜそうせぬ。と簡単に言われても、多勢の居候を入れうる城はそうたやすくはござるまいて。そうかの。あった。味わい料は加藤二郡。加藤の二郡といえば清須の城。清須。者どもこれ。おじご、3日のうちに必ず立ち退け。立ち退かざれば謀反と見るぞ。殿。この日清洲城の警備は異常なまでに厳重であった。尾張の主にあくまでも弟勘十郎信行を擁立する反信長派の密談がすでに長時間にわたっている。彦五郎殿、この重要な時期に島の殿を殺めたのはまずかったぞ。またそのことでござるか。いやいや、名門の看板などもはや無用の長物。しかしの腐っても大じゃ。血筋に刃を向けたとあっては世間の聞こえもよくないぞ。世間に気を使っている時でもござらぬ。我らもここでこうして信長の殿に刃を向ける密謀を巡らしておる。もはやきれい事は申すまい。これは謀反でござる。そのことしかと腹にくくり、不退転の覚悟でことに当たらねばなりません。謀反か。されど謀反に利あり。それが我らのよりどころじゃ。申し上げます。どうした大膳。森山のお城に何か一大事が起こりましたよし。死者は誰じゃ。ご城主織田孫三郎信光様御自ら。おじごが一人で。信光殿、いかが召された。おじご、我らが主君森山の城を追われることに相なりました。追われる？誰に？名古屋の信長様にござりまする。大うつけがそのようなことを申していったのか。本日5時半ごろ疾風のように駆けつけられて3日以内に城を明け渡せ。いやといわば直ちに一戦とご難題。聞かれた顔の者始めよったぞ大うつけが。それで森山殿は何とご返事なされましたので。改地を賜りたいと申しましたが、病弱にて役に立たぬゆえ追放する者に寸度も与えられぬと。そのようなことは聞いてはござらん。一戦なさるか、それともこのまま城を明け渡されるか、そのことを聞いてござる。おじご、我が殿は一戦交えたいのは山々なれど、わずかな手勢にて
信長殿に立ち向かうには到底勝ち目なく、と申して家中一同を引き連れて流浪もならぬ。時節を待ってこの恨み晴らす日まで清須の殿のお袖にぜひすがりたいと。なんという無法な兄上じゃ。彦五郎殿、この信行からもお願いいたす。おじこをしばらくかくまってくだされぬか。時節を待って恨みを晴らすと言われるのじゃな。いかにも家中合わせて300余り、それを離散させては恨みは晴らせず、かといってその日のねぐらにも困る身の上なれば、ここは恥を忍んで清須殿に懇願つかまつる次第。あの大うけが中立の森山殿を自ら敵に回し腐った。300、400という票数は事を挙げるときには得難い力じゃ。ではいよいよ信長攻略の時期到来にござりまするか。その日が近いと思え。して作戦は、柴田林両人とも練りに練った。ここは南黒輪を貸した森山一党を利用しない手はない。と申しますと、恨み骨髄の信光殿に石原氏の兵を挙げさせる。信長はここぞとばかり打って出る。その手薄となった名古屋城を我が清須の精鋭がどっとばかりに吸収する。なるほど。驚いて引き返そうとした時には、信行殿、柴田林佐久間の軍勢が名古屋の城を取り囲んでいる。それで信長殿は城なしの大うつけじゃ。しかしただ一つ。何じゃ。信光様が果たして決起なされましょうかな。あれ以来まるで覇気を失い、南黒輪で終日ふぬけのように過ごしておられるとか。申し上げます。ただいま信光様がご家老矢島四郎大門殿がお越しになされました。四郎様はここへ。それでどうじゃ信光殿は。我ら重臣一同、この機を逃しては一生日の目は見られると強く迫りましたが、殿はいつもの優柔不断、ひどくおじけづかれたご様子にて寝所へ引きこもられてしまわれました。そうか。さればそれがしにお願いの儀が。なんじゃ。明日南黒輪にて励みの宴を催し、清須の殿をはじめご家老方をすべてお招きつかまつりまする。はて、一戦ありやいなやという時にいなことを申される。よく飲み込めぬが。これはまた察しの悪い。こちらの殿をはじめ皆様にお越しいただいて、我が殿のおじけを打ち払い、明日にも軍票を連ねて名古屋へ押し寄せるようご決定願いたいのが我らの真意でござる。四郎だ、よくぞ申してくれた。明日は皆で押しかけようぞ。できれば日のあるうちに信光を決断させ、妙創業名古屋を手に入れたいものよの。仰せの通り。考えてみれば信長も哀れなやつよ。一族からはことごとく疎まれ、悪名を一身に背負って果てる。仰せの通り。なんだその姿は。
そっちは矢島四郎座ではないか。殿の御身を案じての警護か。それは名古屋の殿信長の命でござる。この彦五郎の城にありながら信長の命とは何事じゃ。両替いたつと許さんぞ。あいやしばらく。これは何としたことだ。信光殿、一気にこのまま名古屋の城へ押し寄せようと。その武装か。ご自害願いたい。なんと。一族の結束を乱す彦五郎殿、信長の殿の命にて囲みはしたが討つには忍びぬ。いざ武士らしくご自害召される。測ったな。測らねば測る気でござったはず。元は我が身にあったとお諦めなされい。恩をあだで返す気か。この謀反人者め。清須殿こそ名古屋の謀反人ぞ。撃て。ないぞ。信長の鉄砲隊が閉めろ。閉めろ。彦五郎殿は見当たらん。探せ。はあ。見ろ、どうやら清須は手に入ったぞ。弾一発無駄にせず勝敗は決したけにござりまするな。たわけ、勝敗などあるものか。初めから勝った戦だ。恐れ入りました。長秀、急げ。おじご。清須城落としましたぞ。見事、かたじけない。終わりの国頼む。おじご、死んではならん。おじごにはこの先信長の片腕となって。おじご。おじご。女たちに手出しはならんぞ。このまま逃がしてやれ。行け。
彦五郎がまだ見つかりません。清須殿、見苦しいぞ。気を静めてご生涯なされ。介錯は信長がいたす。見逃してくれ。この通りじゃ。わしとて生きていれば再び花の咲くこともあろう。なお信長殿とは同じ織田の一族ではないか。この場だけこのまま死んではあまりにも惨めじゃ。彦五郎、生き恥をさらすはもっと惨めでござろう。よく見ておけ。この清須からの眺めよ。清須城は半日も持たずして信長のものになった。尾張支配の拠点とすべく信長は直ちにこの城の修築に取り掛かることになるが、その裏に信光の犠牲があったことは忘れられぬ出来事でもあった。末盛城の反信長派は決起の機会を失い、しばらくは鳴りを潜めざるを得なかった。信長殿は清須を我が物にいたしましたな。聞いておる。なあ勝家、俺は兄上に勝てるだろうか。それは時が来れば決着はつきまする。ただ今日の出の勢いの信長殿と五分に渡り合うは分が悪すぎまする。この時だけはただじっと動静を見ていることが肝心かと存じます。明日の楽しみ、俺たちの飛んだし